ジャパニーズビッチです。イエーイ。はい、やってまいりました。 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。東洋言語学院です。こんにちは。はい、今日はですね、日本に住んでいる留学生たちに日本の生活、実際生活してみてどうなのっていうお話を聞いていきたいと思います。日本にね、住んでいる留学生ならではの回答が聞けると思いますので、楽しみにしていてください。それではですね、今日のメンバーをご紹介します。どうぞ。オリビエです。フランスから来ました。よろしくお願いします。はい、ユウです。タイから来ました。よろしくお願いします。アリンです。メキシコから来ました。よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は、事前にですね、実は皆さんにインタビューをしていて、日本に来る前に知っておくべきこと、やっておくべきことっていうのを取材しました。で、本当は全員で5個ぐらいまで絞りたかったんですけど、みんながすごくいいことを言ってくれたので、ちょっと拡大版にしました。1人5個ずつ、みんなにね、事前に知ってもらいたいなってことを発表させていただきますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。今日は、フランス、それからタイ、メキシコとそれぞれの国ですけれども、あ、そうかって思うね、共感ポイント、他の国のね、皆さんもあると思うので、ぜひぜひ楽しみにしていってください。それでは行きましょう。はい、それでは早速ですね、オリビエさんの、やっておくべき5つのことからいきたいと思います。せーの、じゃじゃん。まずは5つ全部読んでみますね。アダプタープラグは必ず持ってきて、それから2個目、日本のティッシュが丸々すぎる。丸々なんだろうね。3番、日本のパンはフランスの〇〇。丸々ですね。はい、そして4つ目がフランス人が大好きな定番セットは日本では超高級品。そして最後5つ目が、日本に来る前に〇〇は絶対にしておいた方がいいですね。これじゃあちょっと一つずつ、オリビエさんに実際説明してもらおうと思うんだけれども、まず1つ目、アダプタープラグは必ず持ってきて。これちょっと簡単そうだけどどういうこと？はい、日本のアダプターはこのような、コンセプトは2つある。でもフランスのは3つあるから、絶対あらかじめ持ってきてください。2番目は日本のティッシュ。ティッシュの話。はい。そうですね。日本のティッシュは薄いすぎる。フランスの方がもっと硬いだから、そうだね。フランスの方がいいと思います。いいと思いますか？今日実際にオリビエさんがフランスから持ってきてくれたティッシュ持ってきてくれてます。これよく日本で駅前とかで配られてますね。これね、馴染みのある感じ。そうですね。硬いってどういうこと？ちょっと開けてみましょうか。開けましょう。はい。実際に触ってもらおう。じゃあ。見た目はそんなにわかんないけど、ちょっとじゃあユウさんと触っていいですか？そうだね。いいか。どう？触り心地の違いはありますか？まあわかる。超わかるわ。もちろんこれちょっと痛くない？大丈夫です。大丈夫？そうです。痛そうだね。でも、もちろんたくさん使い薄いってこと？ね、もし使いすぎて、もちろん鼻が高いけど。なるほどね。じゃあちょっともし硬いのがね好きな人は国からティッシュもいっぱい持ってきてくださいってことですね。日本のティッシュはちょっと柔らかくて破れちゃうかもしれないですね。はい。じゃあ3つ目。はい、日本のパン。フランスの方が硬い。日本のパンは柔らかいすぎるです。ブリオッシュのようなみたいです。日本のパンはブリオッシュ。なんていうか、フランスのパンって硬すぎない？だってあったかいのうちに柔らかくて美味しいけど、でも冷たくなるってなんていうか石みたいな。わかりますけど、そんな時にフレンチトースト作る。
美味しい。あートーストか。そうまあそっちのまあ美味しいか。そう美味しいです美味しいだろうね。食べてみてね。うんうん。じゃあ硬くなったフランスパンはフレンチトーストにして楽しんでください。なるほどね。ちょっとやっぱ食の好みの部分もあるかもしれないですね。はい。ちなみにあれですか、じゃあオリビエさんは日本であんまりパン食べないの？食べない何食べてるの普段？何もお米を食べないでもパン代わりに何も食べないじゃあ次いきます。フランス人が大好きな定番セットは日本では超高級品。これ何定番セットってまず何のことですか？生ハムとかサラミとかチーズとかそのような食品はフランスで常に食べているけど日本ではとても高いです。どうなんだろうね。なんか生ハムとサラミ確かに高級品って感じがする。ちょっと自分にご褒美の時に私は買っちゃうかな。それはフランスでは安いの？安いのか日常の食事です。じゃあいっぱい食べてから日本に来た方がいい。そうね。OK。 じゃあ最後日本に来る前に〇〇は絶対にしといた方がいい。これは何だろう？それは日本語を勉強した方がいいです。なんかたくさんあらかじめたくさん日本語を覚えたらなんか住みやすいになる。めちゃくちゃめちゃくちゃ住みやすいになります。めっちゃわかるそれ。確かにね TLS でもねひらがなとかカタカナのねことは勉強できるんだけど、まあ来る前にね、やっておいた方が損はないですもんね。オンライン今ね授業オンラインで受けられたりとか、オリベイさん日本来る前にオンライン受けてたもんね。そうだね。なるほどね。あとはそうだね、授業以外でも日本語を見たり聞いたりするの、例えばねゲームとか。そうだね、ゲームとかアニメとかめっちゃ便利です。ね、じゃあぜひね来る前はたくさんアニメ見てください。わかりました。じゃあオリビエさんのこの日本に来る前にやっておくべき5つのことは、食事のこと、食事が好きな美食家フランスの出身のオリビエさん、ね、食事の文化のこととか、あとはね通常の生活の中で必要なことたくさん教えていただきました。はい。日本のパンはパンじゃないそうです。制限が出ております。オリビエさんの、知っておくべき5つのこと、ここまでです。はい。はい、じゃあ続いてはアリンさんの、やっておくべき5つのこと紹介したいと思います。こちらです。じゃじゃん。1つ目、日本の〇〇はメキシコの半分のサイズ。〇〇？なんだと思う？なんか身長とか指の長さ？いや、違うの？違う。2個目、お気に入りのデオドラントは日本では浸からない。3つ目、メキシコ人ならスパイシーソースを持ってきて。4つ目、日本の豆は〇〇。そうだろう。日本の豆は。そして最後1つ目が、レディースの靴は 24.5 センチくらいまでしかないということでいきましょうか。これなんだろうね。じゃあ日本の〇〇はメキシコの半分のサイズ。半分のサイズ。どうでも本当にセンチ？いやー全然知らねえな。いや、これです。歯ブラシ？歯ブラシ。歯ブラシだ。こういう感じ。これは日本の歯ブラシがちっちゃいと柔らかい。でもタイと同じだよ。タイは同じくらい。そうですね。メキシコはこのサイズが。でかっ。もうちょっと硬い。うわ、本当だ。硬。なんで同じです。そう、本当に小さい。これってどうやって？柔らかすぎる。本当に。小さすぎる、柔らかすぎる。これってなんかどうやって口に入れるの？絶対持ってきてください。次、2個目。これはデオドラントは日本ではお気に入りのものは見つからない。そう、なんか日本人はあまりデオドラント使わないし、ちょっと香りもあまりないし、持ってきて方がいいと思います。確かにね、なん
使ってるものとかは気に入ったものは持ってきた方がいいかもしれないので、結構日本はスプレータイプが多くて、ああ、そうだ、そうそうそう。それまで使わない。私。じゃあそれも持ってきた方がはい、いいですお気に入りのものがある人は持ってきてください。3つ目、メキシコ人ならスパイシーソースを持そう、ってきて。メキシコ人だったらそれは必要があります。日本では買えない？なんかそうあるけど、そう本当にスパイシーくない。それじゃない。スパイシーレベルが足りない。そうです。足りない。タイから持ってくるとしたら何持ってきたいですか？何をおすすめします？タイですか、それも難しいですね。なんていうか、タイ人はなんか辛いものが好きな人がいっぱいいるので、まあなんかそういうのをスパイシーでのソースとかなんか持ってくるのがある。いいんじゃない？なんかスパイシーソース。あるよ、いっぱいある。なんかメキシコのスパイシーとタイのスパイシーまたそれも違う。違うと思う。ね。まあなんかいっぱいハバネロで使う。そう。まあ違うかも。なんか僕辛いものが苦手なの。確かにね。じゃあユウさんは辛いもの苦手だけど、まあタイから来る人はスパイシーソース持ってきた方がいいよっていうこと。はい、そうですね。OK、じゃあオリビエさんだったらフランスから持ってくるものは？サウゼはスパイシーのソースがあんまりない。あでもなんかもっと甘いソースを使う。マスタードとか。マスタードも日本で買えるから大丈夫。日本で買えるマスタードは同じような味？じゃあフランスのブランドを買った。そっか、じゃあやっぱり味付けだね。みんな母国の味が恋しくなるんですね。じゃあ次ね、4つ目、日本の豆は〇〇。これ何でしょう？まるまるって絶対美味しいです。日本の豆は美味しい。美味しいけど。違う。美味しいけど違う。日本の豆は甘すぎる。甘い？甘い。でも甘いの方がいいんじゃない？いやいや、メキシコの方は、豆はいつもなんかスープみたい。そう、スパイと辛いもあるけど、甘い豆はいや、それはない。本当の？なんかタイにはお菓子みたいなやつ。豆？そう。なんかいつもお菓子くれる？そうそう。なんかお酒を飲むとかなんかそういうのいつも一緒に。そう。日本と一緒。日本と一緒だよ。うん。そうだよ。なんかね、そうだね。豆、多分アリーンさんが言ってる甘いはなんかこうあんことか甘納豆とか甘納豆ですか？乾燥した豆のお菓子、多分ユウさんが言ってるの多分近いと思う。乾燥してて周りにお砂糖がついてる。美味しいよ。なんか食べたことあるけど、の気をつけてください。なんか、多分メキシコ人ちょっと苦手と思います。味覚がね違うかもしれないね。OK、じゃあ次最後のレディースの靴は 24.5 センチくらいまでしかない。これはそうなんかきれなんかおしゃれの靴は買いたいけど、あまりない。日本の靴や普通の靴や、ないです。大きいサイズ。大きなサイズ、はい。そっかそっか。どう？男性陣はどうですか？男性もなんかあるけど量が少ないです。量が少ないと思う。僕は普通です。だってなんか25センチサイズだからなんかいっぱいあるので。25センチ。可愛い靴とかお気に入りの靴もぜひ持ってきてくださいということですね。OK です。じゃあアリーンさんからのこの5つの極意、日本の歯ブラシはメキシコの半分のサイズ、それからお気に入りのデオドラントは日本では見つからない、
キシコ人ならスパイシーソースを持ってきてイエイ。それから日本の豆は甘いから要注意です。そして、女の子はね、可愛い靴24.5センチぐらいまでしかちょっと見つけづらいので、可愛い靴、お気に入りの靴はぜひね国から持ってきてっていうことですね。結構食事のお話とかしてくれたんだけれども、やっぱね母国の料理の味が恋しくなるよね。長く日本にいると。いや僕は先生です。でなんかこうオリベイさんも言ってたけどスーパーで簡単に買えたりとかもするんだけど、国から持ってきたりっていうのも一つの手だと思うんですけど、日本にね持ってこれないものもあるんだよね、中には。そうだからトランクにねキャリーケースに入れるときにこれを持っていけるものなのかっていうのは、出発前にね確認をしないとちょっと没収されちゃうと悲しくなっちゃうので、そこは気をつけてください。はい、じゃあリンさんの5つこちらで以上です。ありがとうございました。はパチパチ。い、じゃあ続いてはねユウさんの、5つも聞いていきたいんですけれども、ちょっとね時間がなくなっちゃったので次回早く知りたい。教えて。ちょっとね一瞬だけ書いてもらったものだけここで見せていきます。ユウさんの書いてくれた5つです。1個目、日本の電車に乗ったらとりあえず黙った方がいい。2個目、電車で〇〇は使うの。3つ目、写真を撮るときは場所をわきまえて。4つ目、タイでは普通の〇〇は東京でしたら罰金。最後はペットボトルは3つに分けてから捨てるべし。ちょっと気になるよね。気になるね。じゃあ次回ぜひねこれユウさんに1個ずつ説明してもらいますので、皆さんも次回の放送をお楽しみにしていてください。それでは今回の TLS ごめんなさい、今回のジャパニーズ with TLS はここまで。皆さんまたねー。またねー。バイバイ。はい、いた。